皆さん、こんにちは。陽介です。突然ですが、皆さんは不動産投資に興味がありますか？日本に住んでいる方、あるいは将来日本に住みたいと思っている方は、もしかしたらマンションを買いたい、投資用の物件を持ちたいと考えることがあるかもしれません。また、日本に住んでいない方でも、不動産投資の営業や勧誘というのは世界中どこにでもある話だと思います。いい物件がありますよ。節税になりますよ。老後の安心のために。こういった言葉、皆さんの国でも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。今日の話は日本の話ではありますが、うちの国でも似たようなことがあるなと感じる方も多いんじゃないかと思います。もし10年ほど前に判断を間違えていたら、私の今は全く違うものになっていたかもしれません。今日はそんなちょっとゾッとした話をしようと思います。ゾッとするというのは背筋が寒くなるような怖い感じのことですね。はい。今日のテーマは日本の不動産投資の闇です。私の実体験を交えながら話していきたいと思います。不動産投資、つまりマンションやアパートを買って誰かに貸して毎月お金をもらうという仕組みですね。これ自体は決して悪いものではありません。でも日本ではこの不動産投資という言葉を使った詐欺というのは嘘をついて人からお金を奪うことですね。あるいは詐欺とは言い切れないけれど、非常に悪質な販売が長年にわたって横行しているんです。横行しているというのは悪いことが広く行われているという意味です。まず少し背景をお伝えします。日本では今、老後のお金への不安がとても強くなっています。老後2000万円問題という言葉を聞いたことがありますか？ 2019 年に日本の金融庁というのは日本のお金や銀行に関することを管理する政府の機関ですね。この金融庁が老後に2000万円持っていても不足する可能性があるというレポートを発表しました。2000万円というのはドルで言えばだいたい13から15万ドルくらいですね。このレポートが発表された時、日本中が大騒ぎになりました。年金だけでは足りない。自分でお金を増やさないといけない。そういう空気が一気に広まったんです。で、その不安を利用する人たちが現れました。不動産投資をすれば、毎月安定した収入が得られますよ。老後の心配がなくなりますよ。節税にもなりますよ。という話ですね。節税というのは、払う税金を少なくすることですね。こういった言葉で、特にサラリーマン、つまり会社員を狙った営業がどんどん増えていったんです。私もその一人でした。当時、私はリクルートという大きな会社で働いていました。リクルートは日本では有名な会社で、求人情報や旅行情報など様々なサービスを展開しています。きっかけは職場の同僚の話でした。同僚というのは同じ会社で働く仲間のことですね。ある日、飲み会の場で同僚が話してくれたんです。俺、ワンルームマンション買ったんだけど、確定申告で税金かなり戻ってきたよ。節税になるんだよね。確定申告というのは、1年間に自分がいくら稼いで、
いくら税金を払うかを国に報告する手続きのことです。日本では毎年2月から3月にかけて行います。当時の私は30代後半、子供が小さくて教育費のことや老後のことが頭の片隅にありました。何かお金のことをちゃんと考えなきゃいけないなという漠然とした不安がありました。漠然としたというのははっきりしない、なんとなくのという意味ですね。同僚の話には変な怪しさがなかった。信頼している普通の同僚の実体験です。話だけでも聞いてみようかという気持ちになるのは自然なことだったと思います。そうして私は不動産会社の方と会うことになりました。指定された場所は地元のホテルのカフェでした。私は愛知県に住んでいます。で、驚いたのは担当の方が東京からわざわざ来るということです。今思えばそれも一種の演出だったのかもしれません。ホテルのカフェは落ち着いた雰囲気でした。怪しい場所ではない。普通にコーヒーを飲みながら話をするような空間です。担当の方はきちんとスーツを着た落ち着いた雰囲気の方でした。丁寧に挨拶をして説明が始まりました。物件の説明、節税の仕組み、毎月の収支のシミュレーション。収支というのは入ってくるお金と出ていくお金のことですね。シミュレーションは実際にやる前に数字で計算してみることです。話を聞きながら私は少しずつその話に興味を持ち始めました。その中で一番なるほどと思ってしまったのはこの言葉でした。不動産は保険の代わりになるんです。営業の方が説明してくれました。万が一、陽介さんに何かあったとき、生命保険と同じようにローンがゼロになる特約があります。そうすると、奥様とお子さんに物件がそのまま残ります。毎月家賃収入が入る物件が残るんです。特約というのは特別な条件や約束のことです。この場合、もし亡くなったとき、残りのローンが自動的に消えるという特別な条件がついているということですね。これは刺さりました。もし自分に何かあった時のことを漠然と不安に思っていたので、家賃収入を得ながら同時に資産も作れるという点はとても魅力的でした。そして私はかなり購入に前向きな気持ちになっていました。でも家に帰って一緒に話を聞いていた妻と話したとき、妻は首を縦に振りませんでした。なんかよくわからないけど、やめといた方がいいんじゃないの？買いたい理由を説明しても、妻の反応は変わらない。なんとなく嫌だという直感的な反対でした。直感というのは理由はわからないけど感じる気持ちのことですね。当時の私は少し不満だったかもしれません。せっかく勉強して前向きに考えていたのにと。でも結果的に妻のなんとなく嫌だが私を救いました。月日が経ち、YouTube でも不動産について多くの専門家が発信するようになり、たくさんの情報を得ることができる時代になりました。そして不動産 G メン竹島という YouTube チャンネルに出会いました。竹島さんという現役の不動産屋さんが運営しているチャンネルで、業界の裏側をとてもわかりやすく話してくれます。私は素人なので、細かいことは正直よくわかりません。素人
というのは、その分野の専門的な知識がない人のことですね。でも、動画を見ていると、あ、そういうことか、と腑に落ちる瞬間が何度もあるんです。腑に落ちるというのは、納得する、理解できるという意味の日本語の表現です。その中で特に印象に残っていることをシェアしたいと思います。まず、一番シンプルな話から。竹島さんがよく言っているのは、そもそも買った瞬間に負けているということです。スキーム型のワンルームマンション、つまり営業会社が売りつけてくるタイプのマンションは、最初から2割、3割価格が上乗せされているそうです。上乗せというのは、本来価格の上にさらに金額を足すことですね。2割というのは、例えば本来2000万円の価値しかない物件が2400万円で売られているということですね。これ、買った次の日に売ろうとしても、当然その価格では売れない。滝島さんの言葉を借りると、買った瞬間に負けが確定しているわけです。私は素人なので、これを聞いて初めて、あ、そういう構造なのかと気づきました。投資って安く買って高く売るのが基本ですよね。でもこれは最初から高く買わされている。それで勝てるわけないと。次に節税という話について、同僚も言っていましたし、あの時の担当者も言っていました。確定申告で税金が戻ってくると、滝島さんの動画に財務省出身の専門家の方がゲストとして出ていたことがありました。財務省というのは日本の国のお金、つまり予算や税金全体を管理するとても重要な省庁です。省庁というのは国の仕事を担当する政府の組織のことですね。そこで働いていた方がズバリこう言っていました。年収が2000万円以下の人はワンルームマンション投資で節税にはなり得ません。2000万円というのは日本ではかなり高い年収です。つまり普通のサラリーマンには節税効果がほぼないということです。なぜそうなるのか。私も動画を見て初めて分かったのですが、できるだけ簡単に説明しますね。不動産を持つと、建物が古くなった分を経費として計算できるという仕組みがあります。経費というのは仕事や事業のためにかかったお金のことで、経費が多いほど税金が安くなります。この仕組みを減価償却と言います。難しい言葉ですが、簡単に言うと、建物が年々古くなる分を経費として認めてもらう仕組みです。これを使うと、今年の税金が少し安くなる。だから節税になりますと言われる。でも、これは節税ではなく、税金の先送りだそうです。先送りというのは、今やるべきことを後の時期に伸ばすことですね。今は少し税金が戻ってくる。でも、物件を売るときに、あなたはほぼタダで手に入れた物件を売ったという計算になって大きな税金がかかってくる。今取り戻した税金が最後にドカンと戻ってくるイメージですね。しかも、その専門家の方が言っていたのは、月々の支払いが家賃収入より多い状態。つまり、毎月お金が出ていく状態になっている時点で、そもそもやってはいけないということでした。私は素人ですし、細かい税金の計算はわかりません。でも、年収2000万円以下は節税にならないという言葉は
とてもシンプルでわかりやすかったです。ここで一つ疑問が出てきます。そんなに得でもないのになぜこういう営業がなくならないんだろう。私も最初そう思いました。滝島さんの動画を見ているとその理由がいくつか見えてきます。まず、騙されても取り返しにくいという問題があります。不動産の契約書にハンコを押した瞬間、法律上あなたは自分で判断できるしっかりした投資家として扱われます。つまり、後から騙された、知らなかったと言っても裁判ではほとんど認められない。それだけのお金を動かせる人が何も調べずに買ったんですかという話になってしまう。被害に遭っても法律で守ってもらいにくい。だから悪質な業者がやり得になってしまうということです。次に信頼できる会社かどうか外からはわからないという問題があります。普通会社を選ぶとき長く続いている会社なら安心と思いますよね。実は不動産会社には国から与えられた番号があって、長く営業しているほど大きな番号になります。昔はこれが信頼の証でした。でも今は悪質な会社がその老舗を買収して、老舗の番号だけを手に入れるケースがある。老舗というのは長い歴史を持つ昔からある会社のことですね。外から見ると長く続いている信頼できる会社に見えるけど、中身は全く別の会社。見た目だけでは判断できないんです。だから怪しい会社を避ければいいという対策がなかなか通用しない。そして国も厳しく取り締まりにくいという問題もあります。取り締まるというのは悪いことをしている人や会社を法律で罰することですね。不動産の取引が活発だと GDP がよく見えます。GDP というのは国の経済の大きさを示す数字ですね。経済が元気に見える。だから国としても不動産業界を厳しくしすぎて取引が減るのを避けたいという面があるようです。被害者が泣き寝入りしやすく、悪質な会社を見抜きにくく、国も強く動きにくい。この3つが重なって、こういった営業がなくならないと竹島さんは解説しています。もう一つ知っておいてほしいことがあります。今、ニュースやメディアでは、不動産価格は上昇が続いているという話をよく目にします。でも、不動産業界の現場にいる人たちの間では、もう少し違う空気があるようです。制約価格がすでに下落し始めているという兆候を現場の人たちは感じ始めていると言われています。制約というのは売買の話がまとまることですね。つまり制約価格は実際に売買が成立した時の価格です。兆候というのは何かが起きそうな小さなサインのことです。制約価格というのは売出価格とは違います。売出価格は売りたい側がこの値段で売りたいと最初に出す価格。でも実際に取引が成立するときは交渉などを経てもっと安くなることがほとんどです。その実際に取引が成立した価格が制約価格です。メディアが報じる価格上昇は主に売出価格や新築マンションの販売価格を見ています。でも現場ではなかなか売れない、値引きしないと決まらないという状況が静かに広がっている可能性がある。
つまりニュースと現実の間にズレが生まれ始めているかもしれないということです。メディアが上昇と言っているから大丈夫と信じ込んで物件を購入するのは非常に危険なタイミングになりつつあるかもしれません。じゃあどうすればいいのか。その前に一つ面白い日本語を紹介したいと思います。カモという言葉です。カモというのは鳥のカモのことですね。池や川にいるあの鳥です。カモは人に慣れやすくて近づいても逃げない。だから昔から狩りやすい鳥として知られていました。そこから騙しやすい相手、利用しやすい人のことをカモと呼ぶようになったんです。あの人はカモだとかカモにされたという使い方をします。カモにされたというのは騙されて損をさせられたという意味ですね。そしてこれは不動産に限った話ではありません。詐欺でも悪質な営業でも何も知らない人、調べていない人がカモにされやすい。逆に言えば少しでも知識を持っているだけで狙われにくくなる。これはどんな分野でも同じだと思います。では、カモにされないために具体的に何ができるか。不動産の話に戻ると、一つ目は価格を自分で調べる習慣を持つことです。国土交通省のウェブサイトで路線価や工事価格というものを調べることができます。国土交通省というのは日本の土地や建物に関することを管理する政府の機関ですね。路線価というのは国が決めた道路に面した土地の価格の目安。工事価格は国が毎年発表する土地の公式な価格です。これらを見ると提示された物件価格が本来の価値と大きくかけ離れていないかを自分で確認することができます。二つ目は物件を見るなら夜に行くことです。昼間の内見は業者が整えた状態での見学です。でも夜は住人が帰ってきます。内見というのは物件の中を実際に見て確認することですね。どうか、ゴミ置き場の状態はどうか、住んでいる人の雰囲気はどうか、夜の内見でしか見えない現実があるようです。三つ目は地場の不動産屋に相談することです。地場の不動産屋というのは、その地域に長年いる地元の不動産会社のことですね。大手の営業会社ではなく、地元をよく知っている業者の方が正直な情報を教えてくれることが多いそうです。滝島さんの動画を見ていると、8年前のことが頭によみがえってきました。あのホテルのカフェ、東京から来た担当者の落ち着いた話し方。不動産は保険の代わりになるんです。その言葉にうんうんとうなずいていた自分。画面の中で語られていることとあの時の体験がぴったり重なっていくんです。節税と言いながら実は税金の先送りに過ぎないこと。買った瞬間に負けが確定している仕組みのこと。あの時買っていたら大変だったな。心からそう思いました。妻に改めて感謝しました。理屈ではなく直感で嫌だと言ってくれたことに。私が今日この話をしたかった理由は、こういうことが普通にあるということを知ってほしかったからです。被害に遭っている人たちは決してバカじゃない。むしろ真面目に将来のことを考えているから、そういう言葉に引っかかってしまう。引っかかるというのは
罠や嘘に騙されてしまうことですね。私もそうでした。その不安こそが狙われる理由だったんです。ただ、実は時期によっては買って正解だったという人もいると思うんです。日本の不動産価格は2010年代を通じて、特に都市部を中心にずっと上がり続けていました。2010年代の早い時期に買った人は、結果として価格が上がって利益が出ているケースもある。その意味では、あの頃に買った判断が間違いだったとは一概には言えないんです。一概には言えないというのは、すべての場合に同じことが当てはまるわけではないという意味の表現です。私の同僚ももしかしたらそういうケースだったかもしれない。だとしたら、あの時話してくれた同僚は結果的に正しかったということになる。それはそれで良かったと思います。ただ、それは仕組みが正しかったというよりも時代が良かったという面が大きいと思うんです。同じことを今からやれば同じ結果になるとは限らない。むしろさっき話したように製薬価格の下落という兆候も出始めている今、状況はかなり変わっています。日本ではお金の話を人前でするのは少しはしたないという文化があります。はしたないというのは品がない、礼儀に反するという意味の少し古い日本語です。給料はいくら？どれだけ貯金してる？こういう話は親しい友達の間でもなかなかしないですよね。でもその文化が人々を無知のまま置いておく原因になっているとも思うんです。もっと気軽にお金の話ができる社会になれば、こういった被害も減るのかなと思います。皆さんの周りにもこういった話が来たことはありますか？話を聞くだけ、保険の代わりになるという言葉には気をつけてください。でも誤解してほしくないのですが、不動産投資そのものが悪いわけではありません。タイミングや物件によってはちゃんと利益が出ることもある。問題なのは仕組みをよく知らないまま言われるがままに買ってしまうことです。知識を持って自分で判断して買うのと、よくわからないまま営業に流されて買うのは全く別の話だと思っています。もし気になることがあれば、一人で抱え込まず誰かに相談してみてください。それだけで大きな損失を防げることがあります。今日は日本の不動産投資の闇というテーマで話してきました。これを聞いてくれた皆さんが何か参考にしてくれたらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.